飲まんかった。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。性能を確認するために風洞を自作することにしたよ。完成した風洞で全力ミニレイクのダウンフォースを確認。圧倒的にダウンフォースが足りないことが分かったので、シンプレシムさんの協力もあり、CFD で空力性能を改善。目標を上回る 339g のダウンフォースを達成。3D プリンターで印刷して組み立て。ダイエットの成果もあって、50g を切るレベルになりました。前回、実際に JCJC を走らせてみたんですが、めちゃくちゃ遅い。ダウンフォースで吸い付きすぎて、前に進まない模様。どういうことだってどのくらい吸い付きがすごいのかというと、さすがに壁は走れないらしい。ということでダウンフォースを調整します。いくつかやり方は考えられるのですが、今回はサイドスカートを短くしてみます。サイドスカート部から空気が流入することで、よく下の負圧が減少。プロペラの流量も増えるので、推進力も増えるはず。LC 頂上部の凸部で、サイドスカートが擦っていたのも解決したいので、形状は円弧状にしてみました。隙間をマイナス1ミリ、マイナス2ミリ、マイナス3ミリとしたモデルを設計。CFD で計算した結果がこちら。ベースで 339g あったダウンフォースが、スカートを 1mm 短くすると、10% ぐらいずつ減少。マイナス 3mm ではダウンフォースが 255g になります。流線を比較するとこんな感じ。ベースでは、サイドスカート部からよく下への空気の流入はほとんどありませんでしたが、マイナス 3mm ではサイドスカート部から空気が流入しています。よく下の絞り部の流速が小さくなっているので、ダウンフォースも減少したようです。ということでサイドスカートを印刷してみました。上から、ベース、マイナス1ミリ、マイナス2ミリ、マイナス3ミリです。こういう曲線のくびれがあると、ちょっと F1 っぽくってかっこいいですね。直径 2mm のカーボンロッドを切って、PETG で作ったローラーに貫通。サイドスカートに接着します。サイドスカートを乾燥。と、その前に、ここで何かに気づいたようです。あ、そういうこと？プロペラの取り付けが、逆でした。プロペラは若干かまぼこ型になっているのですが、それが推進方向と逆になるように、取り付けてしまっていたようです。以前のマシンでは正しい向きに取り付けているので、なんでこうなってしまったのでしょうか。ともあれ、これは推進力を大幅に損していた可能性。ということで、プロペラを正しい向きに取り付けて、実装。マジか、ダメか。ダメだった模様。もう一つコメントで気になったのが、NSK に対する配信行為は許されないのだ。極限まで軽量化するために、タイヤからベアリングをオミットしていました。ダウンフォースによって下に押し付けられた時に、摩擦が大きすぎて前に進まないんじゃという指摘。ということでユータ氏と NSK が共同開発した、タイヤ、ローラー、に換装。摩擦はもちろん、スルスルグッドです。ベアリングの力はいかほどなのか？動いた。が遅い。というかベアリングの力を舐めていました。NSK さん、すまんかった。
でも、LC は超えられない模様。ということで、サイドスカートを乾燥。と、その前に、プロペラの向きを正しくしたので、優先とダウンフォースを確認しておきましょう。翼の上を流れていた気流が、強烈に下に吸い込まれています。つまり、翼下はかなりの不圧になっているようです。ダウンフォースは、プロペラ回転なしでフロント 5.7g、リア 10.2g。瞬間的に 40g 超え。瞬間最大値を読むと、フロント 44g、リア 43g ぐらいでした。車重が 47g なので、ほぼ2倍のダウンフォースになっていたようです。ということで、サイドスカートをマイナス 3mm に乾燥しました。やはり下側に強烈に吸い込まれている模様。まだまだダウンフォースが大きいか？ということでダウンフォースを計測。プロペラ回転なしでフロント 5.0g、リア 9.8g。なのでベースに対してちょっと小さい。プロペラ回転ありは、フロント 34g、リア 46g ぐらい。あれ？フロントは小さくなったけど、リアは大きくなってしまった。トータルは 80g なので約 10% の減少。CFD では 30% 減少するはずだったが、まあ、ちょっとよくわからないので、とりあえず実装してみます。LC は超えた。だいぶ速くなったが、十分、遅い。ちなみにタイムは11秒ぐらい。プラレールにも負けるスピードです。これはもうダメかもわからんね。ということで、すまんかった。このマシンに未来はあるのか？まあ、次は車高を上げるか、リアウィングを寝かすか。ちょっと考えます。ということで今回はここまで。全力ミニレイクの未来は明るいという人はグッドボタン。未来は未だこずって人はチャンネル登録お願いします。ではでは。最後まで見てくれてありがとう。よかったらもう一